この動画では検索後の発想の仕方とレポートのための検索のヒントを紹介します。文献を検索する際、1回の検索で目当ての文献にたどり着けることに越したことはありませんが、それは難しいことです。検索語を変えながら目当ての文献に徐々に近づいていくという作業が必要です。そのためには検索語を的確に変化させる発想力が重要となります。これから代表的な発想の方法を紹介します。例として TikTok が人々の幸福感に及ぼす影響を調査した研究文献を探すことを想定しています。手始めにそのままの文章で The research on the effects of TikTok on people's well-being のように検索をしてみましょう。ICU ディスカバリーで検索をしてみたところ、たった2件しかヒットしませんでした。この2件が求めていた内容であったらいいのですが、なかなかそうはいきません。では、検索語を変えて検索をし直しましょう。ここでは3つの方法を紹介します。1つ目の方法として、不要な単語を省いてみましょう。今回の場合、research、peoples という単語は当たり前なので不要でしょう。また、冠詞や前置詞などのストップワードも不要です。以上より、今回の場合は、effect、TikTok、well-being の3語で良いでしょう。2つ目の方法として、類語に変えてみましょう。effect の類語として、effectiveness や influence などが考えられます。また、well-being の類語として、welfare や happiness が考えられます。類語を探すときは、インターネットで、なんとか類語やなんとかシソーラスのように検索をしてみましょう。3つ目の方法として、上位概念、下位概念に変えてみましょう。TikTok という単語を例にとると、上位概念の言葉としてソーシャルメディアが考えられます。また、下位概念として TikToker などが挙げられます。最後に、検索語以外のレポートのためのヒントを2つ紹介します。まず、文献が見つからないとレポートは書けません。十分な文献が集まらないと感じたら、テーマ自体を多くの文献が見つかるテーマに変更することも検討しましょう。そして、ある国地域の事柄は現地の言語で書かれた文献が充実しています。例えば、歌舞伎についての文献は日本語が、ブロードウェイミュージカルについての文献は英語がそれぞれ充実していると考えられます。自分のテーマに合わせて探すべき文献を検討しましょう。この動画では検索後の発想の仕方とレポートのための検索のヒントを紹介しました。